皆さんこんにちは、井出美学です。今回はリクエストにお答えして黒コートに合う赤リップメイクをご紹介したいと思います。黒って光を吸収する色なんですね。なのでやっぱりすっぴんでね黒コートをまとっていただくと分かりやすいと思うんですけど、一気に顔が老け顔になったりとかちょっとくすみがちな肌になっちゃったりしがちなんです。黒い服を着る時ってちょっとメイクをしっかり仕上げないとちょっと服の選び方に困っちゃうことが多いかなと思うんですけど、でもやっぱ黒コートってすごいかっこいい。この冬私はたくさん着るんですけど、いつもその時はベースからちゃんとこだわりがあって、でまつげの上げ方とか赤リップの塗り方とかあって、私はいつも黒コートには大体この赤リップをガツンと持ってこないと血色感を出してくれないっていうのもあって、いつもこの赤リップをいつも合わせるんですけど、その赤リップの合わせ方を紹介したいと思います。赤リップもすごく一気にけばくなっちゃったりするので、その引き算足し算みたいなところをですね伝授していきたいと思います。それでは黒コートに合う赤リップメイクスタート。まず眉毛からなんですけど、赤リップが主役になってくるので、その他のパーツのメイクはなるべく薄くしたい。で赤リップ使うと結構言い方を悪くするとけばい顔になってしまいがちなので、他に抜け感を出していきたいので、今回はちょっとそれをちゃんとイメージして一つ一つやっていくんですけど、眉毛は私は毛がしっかり密度があるタイプなので、まず何でもいいです。私はこのクッションファンデを使うんですけど、ファンデーションで毛と毛の間に入れ込むようにしてさっさっさっと入れ込んでいきます。ファンデーションのカラーとしては白すぎるとちょっとこの毛にファンデーションが乗っちゃって白い眉毛になっちゃうので、カバー力あまりないファンデーションで水っぽいファンデーション、密度がもともとないとか眉毛がないって人は薄いアイブロウで描いてあげるのをおすすめします。眉毛に透明感を出したい。パープルは透明感が出る色なんで、こっちとこっちを混ぜながら眉毛にのせていきます。眉毛の上にほんのりのせる。これは毛の上にのせるみたいな感覚でいいと思います。でこの薄い方のパープルはパールが入ってるのだから、勝手に抜け感とか演出してくれると思う。やっぱりこの力加減が一番大事で、ほんのりのせてあげるのが一番大事です。そしたら眉毛は OK。 こんな感じです。アイメイクに行きます。で今日は肌がツヤ肌であまりマットに押さえてないんですよ。これツヤっぽいから目元はツヤツヤにはしたくないんですね。肌がツヤがあるので。なので今回はまずここのちょっとパープル混ざってるんだけどブラウンベージュみたいな色を使います。アイホール全体に入れていく。でこういうブラウンベージュって見てる色と意外と違うくてのせると意外とねちゃんとブラウン主張激しいんで薄めに伸ばします。目は色をのせるというよりもこういうブラウンとかベージュ系のカラーで彫りを作るみたいなイメージですかね。二度塗りするときはこの外側のまぶたにこうのせて内側にぼかす。でこうグラデーションになるようにしてあげる。こんな感じで、これはマットなんでパールが入ってるものは避けていただきたいなっていう感じです。二重のこのさ影になる部分あるじゃないですか。ここに色を入れてあげる。使うカラーとしては仕込みカラーなのでこのくらいのパープルの色をいっちゃっても大丈夫です。中にこっちもで、今こうやると色すごいのって見るけど、目を開くとあれどこ行ったって感じで、でもちゃんとここに影っぽく奥行きができてるので、そういう仕込み作業を入れる。でそしたら下まぶた、ここの涙袋になる部分にこ
このピンクを使います。でこのピンクは結構青みが強いんですけど、意外と浮かないピンクなので、ピンクのいいところとしては血色感を与えるし、あとはこう肌に凹凸っていうかぷっくりした肌とかちょっとこうもちもちした肌とかっていうのをイメージさせる時もこういうピンクとか赤みとか暖色系の色をのせるんですよ。だからチークもここほっぺたをぷっくりなんか頬を赤くしてのせるためにここにのせるみたいなイメージと一緒で、ただちょっと違う色、例えばブラウンが混ざった深み系の赤とか混ぜちゃうと彫り逆にへこませてしまう、へこませて見えてしまうようになっちゃうから、そこはちょっとこういろいろ考えながらやらなきゃいけないんだけど、だいたいパールが入ってるチークとかは失敗しない、ちゃんとぷっくり見せてくれる、こんな感じ。今回もこのもうアイシャドウの時点で横幅を作っておきたいっていう感じなんで、このさっきのパープルね、この濃いパープル、ここの目の三角ゾーンにここね、こういう感じでこれ三角一回置いて、これを内側にぼかすっていう、目元のくすみを作る作業ね、これ大事だよね。こうやって三角作るとこっちよりも目の幅が横に広がったと思います。はい、OK です。こんな感じ。なんか意外と濃く見えるね、カメラだと。肉眼だとそんな濃くないです。こんな感じです。で、今回のアイラインの引き方待ってた目なんですけど、赤リップ使うんで垂れ目に引いてもちょっと甘いいいギャルっぽくなっちゃうし、釣り上げてもちょっときついギャルっぽくなっちゃうじゃないですか。なので今回は長さは短めにしてあげて、ただ横幅は出すみたいなで垂れながら引き上げるっていうアイラインを引くんですけど、だいたいここ垂れさせるかここから引き上げるかなんだけど、一旦ここで垂れさせるので、ここにミリほんと1ミリもないぐらいの垂れを入れてからここから引き上げるのね。で後でここにアイシャドウを埋め込むとここに隙間が埋まるから馴染むの、ちゃんと。はい、こういう感じ。わかる？こんな感じの趣味で一回垂れさせてあげるみたいな感じです。目の上、まつげの際も埋めていきます。で今回リキッドタイプのブラウンなんですけど、これは水っぽいタイプなのでまつげの間に埋まりやすいので、あんまりウォータープルーフとかじゃない方がいいかも。はい、こんな感じです。アイラインはだからいつもより長さ的には短いかなっていう感じだけど、ちょっとこの形が、目の形っていうのがほんとコンマだけど変わると思う。ここに色をのせたいんだけど、ここでちょっと濃い色をのせたくないんです。今回はここにあるここの眉毛に混ぜた色、ここねのパープルをのせます。で結構細かい作業だから私はこの綿棒、細い一番優秀な綿棒を使います。これをこの糸の間に入れてなじませます。はい、こんな感じ。こんな感じ。こっちない、こっちあるって感じ。こっちも。あんまり締め色が濃くないからなんかきついめにはならないです。はい、そしたら次マスカラいきます。超細いタイプのマスカラ使う。今回はビュラであげません。もう長さだけ出す。でこれのいいとことしては
アイラインがしっかり引かれた目に見えるから目のボリュームというよりは目をはっきりとさせるみたいなイメージで、今回目をねちゃんとボリューム出しちゃうときつすぎるの。最後に赤が来るからさ刻算しないと。私は目の位置が上にあるから目の位置を下げて見せるために下マスカラはちょっと低い。いい感じ。 OK です。チュルンとした目はこれで仕上がります。でこれ面白いんだけど、キラキラ入ってんのにこうやってほらゴールドに光るじゃん。普通にノーマルマット赤グロスタイプもあるし、でもこれらがここに来るから目は薄くなきゃいけないんです。パールの入ってないものから塗ります。そしてめんどくさい方は大丈夫です、そのまま塗っていいですけどちょっと赤リップって輪郭めちゃくちゃ大事なのね。なのでちょっと私はリップを使います。リップライナーを使います。もし下唇が薄いなって人は下をオーバーにするといい。上唇厚くしたいなって人は上唇をオーバーにするといい。私は上はちょっとオーバーで横をちょっと口角上げるぐらいの輪郭を作ります。大体の輪郭が作れたらこんな感じ。そしたらこの口角の部分だけ綿棒でちゃんとぼかしていってきます。ここはニュアンスで色が入ってるかなぐらいじゃないとちょっとそういう舞台っぽいメイクになっちゃうのね。だから輪郭のこの口角の部分だけ私はちゃんとぼかします。内側にさっきのこのキラキラの入ったゴールドのキラキラの入ったレッドを入れます。こっちとこっちのさっきの輪郭で使った色とラメが入ったのを混ぜながら入れていきます。でこのゴールドのラメって反射するとオレンジになっちゃうから赤がねあんま発色してくれなかったりするから、ちゃんと最初の赤と混ぜながら調整して入れていく。はい、こんな感じ。そしたら最後にちゃんとコンシーラーで色を整えます。こうやってはみ出た部分とか輪郭を丁寧にちゃんとぼかせたら輪郭完成です。こんな感じ。かっこいいね。じゃーん。でこれはちなみに私のブランドバークで作ったコートです。去年発売した。長さが足までで、私は多分ちょっとイエベ寄りの血色だからゴールドがこのリップに混ざったことによってちょっとこの浮いた感じがないんだけど、赤リップだけはイエベかブルベかちゃんと自分で判断して塗った方がいいと思う。他のリップは個性が出たりするけど赤ってどうしても肌を一気にくすましちゃったりする強いカラーだから、だからすごい可愛いんだけど、ちょっとそこは調節大事かなっていう感じです。これ多分ねこっちの赤もあるんだけどこれでも似合うと思う。でも今回下にねこれ私服のブルー着てるからさ、ブルーをちょっと映えさせたくて黒コートに合う赤リップメイクこんな感じです。